あんたはただの嫁で、私はこの家の大事な娘なのよ。嫁なんて家政婦みたいなものでしょ。あんたは黙って私の言うことを聞いていればいいのよ。わかったら、さっさと私のために働きなさい。私は、いきり立つ義妹に向かって静かにこう告げた。私、この家には住んでいませんよ。はあ？私は夏美、25歳。半年前に同い年の夫の文也と結婚したばかりの専業主婦だ。夫と共に義実家で同居していた。義両親は常識的で穏やかな人たちで、付き合っている時から良好な関係を築いていた。現在、建築中の新居が完成するまでの期間限定の同居だったが、義両親は温かく迎え入れてくれた。結婚した途端、表変して嫁いびり、なんてことも全くなく、私たちはお互いを尊重しながら仲良く暮らしていた。愛する夫と優しい義両親に囲まれて、結婚生活は順風満帆かと思われたが、私には一つだけ気がかりなことがあった。それは義妹の萌香さんのことだ。萌香さんは夫の年子の妹で、初対面の頃から、垢抜けないダサい女ね。その変な服、どこで買ったの？センスないわね。などと嫌味を言い、私のことを毛嫌いしていた。現在は彼氏と同棲しているらしいが、あまりうまくいっていないようで、頻繁に帰省していた。萌香さんは帰ってくると、嫁の私をまるで家政婦のようにこき使おうと、あれこれ用事を言いつけてきていて、その都度、夫や義両親が諌めてくれていたが、彼女が改心することはなかった。ある日、義母と一緒に家事をこなし、お茶を飲みながら一息ついていると、ガタガタと玄関から物音が聞こえてきた。ただいま。どうやら萌香さんが帰ってきたようだ。私が少し憂鬱な気持ちで立ち上がり、お茶を入れようとすると、夏美さん、私甘いものが食べたいわ。と声をかけてきた。私がキッチンの棚からザラメのせんべいを取り出して紅茶と一緒に萌香さんに出すと、彼女は不満そうに言ってきた。そういうのじゃなくて、もっと他にないわけ？本当にセンスがないよね。私はジャスミン茶が飲みたい気分だったのに、しょうがないから、これで我慢してあげるわ。すみません。私は内心苛立っていたが、ここで揉めても仕方がないと思い、ぐっとこらえた。すると、その様子を見ていた義母が、萌香さんを叱り始めた。ちょっと萌香、夏美さんになんてこと言うのよ。あなたの気分なんてわかるわけないじゃない。夏美さんは、文也の奥さんで、あなたの召使いじゃないのよ。それに、ここのところ、毎日のように帰ってきてるけど、翔太さんときちんと話し合いはできてるの？もううるさいなあ。別にいいじゃない。お母さんには関係ないでしょ。萌香さんは幼い子供のように大声を出しながら、もうお小言は聞きたくないと言わんばかりに耳を塞いでいた。翔太さんとは萌香さんの彼氏で、爽やかな好青年だ。付き合い始めた頃は、見ているこちらが顔をあからめてしまうくらいラブラブで、もしかしたらこのまま結婚するかもと思っていたが、同棲して数ヶ月経った頃から、萌香さんが全く家事をしないことや、金遣いが荒いことで相当揉めていた上に、萌香さんの浮気が発覚したことで、とうとう別れを切り出されていた。今住んでいるところは、翔太さんの名義で借りているマンションなので、早々に出ていくよう求められているらしい。しかし萌香さんは、頑として応じず、話し合いからも逃げ回っていた。私はそんな萌香さんに対して、心底呆れていたが、
特に何も言わずに黙ってやり過ごしていた。私が何かアドバイスを送ったとしても、彼女が素直に聞くとは思えないからだ。義母は萌香さんに対して、自分のことだけでなく、翔太さんの気持ちも考えなさい。悪いことをしたら、まず謝るのよ。と、まるで幼い子供を諭すように話していたが、彼女は反発してばかりで、全く響いていない様子だった。萌香さんが帰る頃には、義母は疲れ切ってぐったりとしていた。お母さん、あとは私がやっておきますから、ゆっくりしていてください。私がそう声をかけると、義母は少しやつれた表情で微笑んだ。夏美さんありがとう。悪いけど、ちょっと休ませてもらうわね。萌香さんのことで、義母はだいぶ疲弊しているようだ。私は少しでも義母の助けになりたいと思ったのであった。翌日、その日は休日だったので、少し遅めの朝食をとり、私たちはのんびりとくつろいでいた。たわいもない話をしながら、4人で盛り上がっていると、ピンポンとインターホンが鳴った。あら、誰かしら。私、対応しますね。私は立ち上がり、モニターを確認すると、そこには翔太さんが立っていた。翔太さんがいらしてます。私がみんなに告げると、義父は少し表情を硬くしていった。翔太くんか、久しぶりだな。上がってもらいなさい。私は玄関に向かい、翔太さんをリビングに招いた。私が翔太さんを連れてリビングに入ると、義両親は心の底から申し訳なさそうに頭を下げて彼に謝罪した。翔太くん、久しぶりだね。この度はうちのバカ娘が本当に申し訳ない。きっと私たちの育て方が悪かったんだわ。成人してもやっていいことと悪いことの区別もつかないなんて。萌香さんのことで頭を下げる義両親を見ていると、私はなんだか切なくて胸が苦しくなった。それは夫も同じだったようで、彼は眉間にシワを寄せて苦しそうな表情を浮かべていた。すると翔太さんは悩ましげな顔でこう語った。皆さんご無沙汰しております。どうか頭を上げてください。悪いのはご両親ではありませんから。今日はお二人にご相談したいことがありまして。私たちにできることなら何でもするわ。遠慮なく言ってちょうだい。義母が前のめりになって言うと、翔太さんはこう続けた。ありがとうございます。お二人にこんなことを申し上げるのは大変心苦しいのですが、萌香さんに一刻も早くマンションから出ていくよう彼女を説得していただきたいのです。僕を信頼して同棲をお許しくださったのに、こんな結果になってしまい、大変申し訳ありません。翔太さんはこう告げると、義両親に向かって深々と頭を下げた。あまり眠れていないのだろうか、顔色も優れず、憔悴した様子だ。そんな彼を見て、義父は力強くうなずき、こう言った。そんなこと言うまでもない。私たちから萌香にきちんと筋を通すよう言い聞かせるよ。続けて義母もこう言った。そうね、翔太さん、本当にごめんなさいね。義両親の返事を聞き、翔太さんは少し安心したようで、力なく微笑んでいた。翔太さんが帰宅した後、義両親は萌香さんのことでいろいろと話し合っていた。そして萌香さんを呼び出し、説得を試みることになったので、私と夫は何かあれば力になることを義両親に伝えて、2階にある夫婦の部屋で待機していた。30分後、萌香さんがやってきたようで、1階のリビングからはボソボソと話し声が聞こえてきた。それはだんだんと大きくなり、時折何かが割れるような音や義母の悲鳴、激高した萌香さんの怒鳴り声が聞こえてくるようになった。
私と夫が二人で顔を見合わせて、義両親に加勢するタイミングを見計らっていると、一階から義母が私たちを呼ぶ声が聞こえた。ふみや、なつみさん、ちょっとこちらに来てくれないかしら。はい、今行きます。私は返事をすると、すぐに夫と一緒に階段を駆け下りて、リビングに向かった。リビングでは、ふんぬの表情をした萌香さんと、険しい顔の義父、やつれた様子の義母がいた。床にはテレビのリモコンや萌香さんのバッグが転がっていて、サイドボードのガラス戸が割れて散乱していた。私はあまりの惨状に唖然としてしまったが、夫は落ち着いた様子で義母に声をかけた。母さん、大丈夫？義母は疲れた表情で微笑みながら答えた。ええ、あなたたちにまで心配かけてごめんなさいね。そして、義父に視線で合図を送ると、義父はこう宣言をした。ふみやも、なつみさんも聞いてほしい。今後萌香が、しっかりと自らの行いを顧みて改心するまでは、我が家の敷居はまたがせないことにした。だから、もし私たちが留守の時に、萌香が家の中に入ってこようとしたら、遠慮なく叩き出してほしい。わかったよ、父さん。夫は静かにうなずいた。その後、義母はこう続けた。私たちは萌香のためにも、これ以上甘やかさないことにしたから、あんなに素敵な彼がいるのに、自分勝手に暮らして浮気までするなんて、本当に信じられないわ。あなたが浪費して使い込んだお金は自分で働いて返済するのよ。夏美さんもお願いね。はい、わかりました。私が返事をすると、萌香さんはぎろりとこちらを睨んできた。そして不機嫌そうにため息を漏らすと、もういいわよ、こんな家。二度と帰ってきてあげないから。血のつながった実の娘をないがしろにするなんて、後で後悔したって知らないから。と、捨て台詞を吐いて、足を踏み鳴らしながらリビングから出て行った。ふと気づけば、床に萌香さんのバッグが置きっぱなしになっていたので、私は慌てて追いかけ、萌香さんに手渡した。彼女は乱暴に受け取ると、パパとママはあんな風に言ってたけど、もし嫁の分際でこの私に逆らって家に入れなかったらただじゃおかないから。とドスの効いた声で脅すように言ってきた。私が一瞬ひるんでしまい後ずさりをすると、心配そうな顔をした義母がやってきた。ちょっと夏美さんに何か失礼なこと言ってないでしょうね。義母が問いただすと、萌香さんは、別に何も言ってないわよ。と、そしらぬ顔でつぶやくと、バタンとドアを乱暴に閉めて出て行った。リビングに戻ると、夫と義父が萌香さんのことを話していた。それで、説得できたのか？これからあいつはどうするんだ？夫が尋ねると、義父は疲れた表情で答えた。とりあえず、翔太くんのマンションを出ていくことは了承させたよ。その後はアパートでも借りて一人暮らしをしながら使い込んだお金を返済していくんだろう。3ヶ月後、散々萌香さんに振り回された私たちの生活も徐々に落ち着きを取り戻してきた。翔太さんからは萌香さんと話し合いが進み、マンションからも出て行ったとお礼の電話があった。しかし、萌香さんからは何の連絡もなく、一体どこで何をしているのか全くわからない状態だった。多少は彼女を心配する気持ちもあったが、私は内心ほっとしていた。そんなある日、何の前触れもなく、突然彼女が帰ってきた。義父と夫は仕事に行っていて、義母が友人とショッピングに出かけているタイミングで、インターホンが鳴ったのだ。モニターを確認すると、萌香さんが立っていて、私が応対する前に、
ガチャリと鍵を開けて家の中に入ってきてしまった。しばらく来ないうちにずいぶん部屋の印象が変わったわね。家具がほとんどないじゃない。断捨離でもしたのかしら。あら、あなたいたの？私がチャイムを鳴らしているのに、シカトするなんていい度胸じゃない。パパとお兄ちゃんは仕事中よね。ママは？萌香さんは大きな声で独り言を言いながら堂々と入ってきた。彼女は大きなスーツケースやボストンバッグなどたくさんの荷物を抱えていた。私は嫌な予感を感じながら憂鬱な気持ちで答えた。お母さんならお友達とショッピングに出かけましたよ。萌香さんはおもむろにボストンバッグを開けると、よいしょと掛け声を上げてひっくり返し、中に入っていた大量の洗濯物を私の足元にぶちまけた。これ、明日までにお願いね。早く洗濯してくれないと着る服がなくなっちゃうわ。は？私があっけに取られていると、萌さんは怒ったような表情でまくし立ててきた。は？じゃないわよ。嫁のくせに誰に向かって口を聞いてるの？私はこの家の娘なのよ。萌香さん？私が途中で話しかけても、彼女はマシンガンのように語り続けた。あと私、喉が渇いちゃった。あんたに任せるとろくなことがないから、今日はちゃんと指定してあげるわ。私、今はカフェオレが飲みたい気分なの。チョコチップがたくさん入ってるスコーンもあると嬉しいわ。家になければ買ってきなさい。5分くらいなら待っててあげるから。まるでこの間の修羅場はなかったかのように振る舞う彼女に、私は念のため確認しようと思い問いかけた。お父さんとお母さんには今日萌香さんが帰ってくることをお話ししてあるんですか？すると彼女は当たり前のようにあっけらかんと答えた。言ってないわよ。前もって話をして家の鍵を変えられたら困るじゃない。でも直接話し合えばパパもママもお兄ちゃんだってきっと私を受け入れてくれるわ。だって私はこの家のかわいい娘だもの。私は楽観的すぎる彼女の言い分に呆れながらきっぱりと言い切った。でしたらお引き取りください。お父さんとお母さんが許していないのに私が勝手なことをするわけにはいかないので。すると萌香さんは苛立った様子で怒鳴りつけてきた。はあ？なんであんたにそんなこと言われなきゃいけないの？あんたはただの嫁で、私はこの家の大事な娘なのよ。嫁なんて家政婦みたいなものでしょ？あんたは黙って私の言うことを聞いてればいいのよ。わかったらさっさと私のために働きなさい。私は生きり立つ萌香さんに向かって静かにこう告げた。私、この家には住んでいませんよ。はあ？私の発言が萌香さんにとって全くの予想外だったからか、彼女はすっとんきょうな声を上げた。萌香さんが鳩が豆鉄砲を食らったような間の抜けた顔をしてフリーズしていると、ただいまと玄関から朗らかな義母の声が聞こえた。さっきフミヤたちとそこでばったり会ってね。義母に続いて義父と夫も帰ってきたようで、家の中が一気に賑やかになった。義両親と夫は萌香さんを見るととても驚いた様子で目をパチクリさせていた。数秒間沈黙した後、義父が声を荒げていった。萌香、どうしてお前がここにいるんだ？自分がしでかした過ちを心の底から反省し、悔い改めるまではうちの敷居をまたぐなと言ったはずだ。萌香さんは義父の剣幕に一瞬たじろいたが、すぐにいつもの調子で反論していた。きちんと反省したわよ。
だから帰ってきたんじゃない。お願いだからもう許してよ。私はこの家の娘でしょ。甘えたような声を出して懇願していたが、義父は険しい表情をしていた。義母も夫も義父と同じ気持ちのようで、二人とも萌香さんをかばうことはなかった。みんなの様子を見て不利だと悟った彼女は矛先を私に変えてきた。意地の悪い笑みを浮かべながら私を指さしてこう言った。それよりさっき夏美さんがこの家に住んでないって言ってたけど、この女一体どんなヘマやらかしたの？住んでいた家を追い出されるくらいだから相当なことよね。萌香さんの言葉に夫はきょとんとした表情で答えた。俺たちは何もヘマをしてないけど。すると萌香さんは戸惑った顔でまくし立てた。お兄ちゃんも一緒に追い出されたの？ちょっと意味がわからないんだけど、どういうこと？私は努めて冷静に答えた。私たちは追い出されたわけじゃないですよ。文也さんの転勤が決まって新居も完成したので引っ越すことにしたんです。私に続いて夫もこう言った。もともとその予定だったんだけど、最近やっと辞令が下りたんだ。新居も転勤先で建ててたし、地方だけどいい町なんだぞ。空気はきれいで食べ物も美味しいし、俺たちだけじゃなく父さんと母さんも引っ越すんだよな。夫が嬉しそうに話を振ると、義両親は上機嫌な様子で語った。そうなのよ。私たちこれからはベトナムに移住してのんびり暮らすのよ。そのために何年も前からコツコツと準備をしていたんだ。幸いこの家もすぐに買い手が見つかったしな。すると萌香さんはひどく取り乱した様子で騒ぎ立てた。ちょっと待ってよ。この家売っちゃうの？だから家具がほとんどなくなっていたのね。私そんな話初めて聞いたわよ。ここに住むつもりで帰ってきたのに、私はこれからどうしたらいいのよ。いい加減にしなさい。いつも自分勝手なことばかり言って。もう成人したいい大人なんだから、自分でしでかしたことは自分で責任を取りなさい。義母が一喝すると、萌香さんはメソメソ泣き出してしまった。時折チラチラとこちらを確認しながらべそをかく萌香さんを見て、義父は呆れたように言った。翔太くんから聞いたぞ。お前の浮気相手、既婚者だったらしいな。翔太くんへの弁済だけでなく、相手の奥さんから慰謝料を請求されて、随分と困窮しているらしいが、それはすべて因果応報。身から出た錆だろう。義父が許してくれる可能性がないとわかると、萌香さんは残り少ない家具を持ち上げ、私や夫に投げつけようと鬼の形相で振り上げてきた。あんたたちなんか大嫌いよ。畜生。先日同様に暴れ出そうとする萌香さんを義父と夫はやっとのことで押さえつけ、その隙に義母がためらうことなく通報した。萌香さんは警察官が到着するまで幼い子供のようにダダをこねながら号泣していた。その後、住むところを失った萌香さんは公園やネットカフェで寝泊まりしながら日雇いの仕事をしてなんとか食いつないでいるらしい。以前は小綺麗な今時の若い女性といった風貌だったが、今では見る影もなくすっかり老け込んでしまったそうだ。私と夫は無事に引っ越しを済ませ、新居で穏やかに暮らしていた。ベトナムに移住した義両親も夫婦水入らずでのんびりと悠々自適に暮らしているようだ。私たちは頻繁に義両親とビデオ通話で交流を深めていて、同居していた頃と変わらず良好な関係を築いていた。
今日は休日なので、家族みんなで義両親とビデオ通話をしていた。パソコンの画面に映る義両親は、二人揃ってこんがりと日焼けしていて、微笑ましく感じた。義両親はこちらを見て、いないいないバーをしながらガラガラを振っていた。その様子を私が抱くまだ血のみ子の我が子はぼんやりとした顔で見つめていた。不意に我が子がにっこりと微笑むと、義両親は歓喜の声を上げた。そんな些細な日常が私にとってはたまらなく愛おしく感じた。